天寺のレコードショップスモーキンフィッシュレコーズの小川佳代と申します。当店は US、UK のオリジナル版を中心とした品揃えで、お客さんが気軽に視聴できるようにバーカウンターも併設してます。その他音響機器の修理、販売、カスタムなども承ってます。僕の友人が描いてくれた絵がありまして、スモーキンフィッシュっていうタイトルの絵が、僕を擬人化したポートレートというか、タバコを吸った飛び魚なんですけど、僕がお店やってるんでそのままお店にっていう。もともとうちのお店はイタリアンレストランだったんです。開業したのは福岡、約15年前ぐらいなんですが、うちの奥さん九州出身で、結婚を機に向こうに移住して12年福岡にいたんですけど、爆音でロックを流すイタリア料理屋っていう感じで、ずっとやってました。僕ももともと音楽人だったんで、ずっと音楽だけでやってたんですけど、なかなかちょっと音楽一本で食べていくのが難しくなってきちゃった背景もあって、多少心得があった料理の仕事を始めることにしたっていう感じです。時に、横浜の関内のそうですね。もともと神奈川県出身だったので、横浜は子供の頃から馴染みがあるっていう土地でもあって、深いことも考えずに移転したっていう感じなんですよ。ただ、選んだ場所はちょっとなかなか香ばしいエリアというか、福富町っていうところなんですけど、なかなかちょっと音楽のお客さんが立ち寄れるような雰囲気じゃない街というかですね。大して美味しいものも出してなかったんで、お客さんの足は遠のき、もうレストランは難しいかなと思って営業することにして、自分がもうのびのびとできるレコード屋さんと音響関係の仕事にシフトしたっていう、経緯があります。やっぱり好きなことやってるからなんでしょうけど、お客さんが結構急激に増えてくれたというか、それでちょっと調子に乗って祐天寺の駅前っていう、一等地に移転できたっていうような感じですね。横浜から来れるっていうのは、東横線はもう絶対マストの条件だったんですよ。でその中でやっぱり祐天寺が一番うちの店があるとしっくりくるなっていう、もうこれは感覚ですね。いい場所です前のうちのお客さんから言うと、その福富町のお店は当然知ってるんで、こんなシンデレラストーリーはないだろうみたいなちょっと違ういい場所に来れましたね。例えば下北沢でもそうですけど、かつての新しいカルチャーが生まれてくる土地っていうのは、家賃とかがそんなに高くなく、まだ面白いことをやれるっていう余力がある街から始まることが多いんで、そういう意味だと中目黒学芸大学、今の下北沢もそうですけど、なかなか新しいことを始めるには難しいというか、やっぱ大手企業が作る街みたいになっちゃうと、それのちょっと手前が今祐天寺がちょうどいい距離感というんですか、その証拠にやっぱり若い子がやってる古着屋さんとかすごい多いし、これからとても面白いことを始まるような可能性を感じますね。ここが真骨頂ですねうちはもうロック専門ですね。ほぼもうロックです。僕がもうロックンロールフリークなんで、ロック以外の音楽はあまり興味ないというか、好きなもの、よく分かってるもの、それをお客さんに届けられるようにしてる。うちはね、US 版 UK 版中心に扱っている明確な理由があります。それはもう音質です。あんまりネガティブなことは言いたくはないですけど、やっぱり国内版って音があんまりよろしくない。やっぱり何万枚って聞いてきて、品物ね、いろいろチェックしてやってて、やっぱ8割方 US 版 UK 版のオリジナル版がやっぱりいいんですよ、音が。うちはやっぱりレコードショップっていうよりは音を売るっていう商売をしてるので、お客さんには本当にすごい音を届けたいっていう明確なコンセプトがあって、こういう品揃えにしてます。他のレコード屋さんと比べると特徴的なそのタグの付け方をうちはしてるんですけど、コンディションだけではなくカッティングエンジニアの名前を明記するとか、カッティングの工場ですね、マスターディスク TML ベルサウンド、その辺の高音質で名高いところのはもう分かるように品揃えを出しているっていう感じにしてます。お客さんには本当にゆっくりちゃんとした環境で試聴して選んでもらいたいっていうのがあって、でみんな好きにピックしてカウンター持ってきてくれたらでかい音で聞いて、例えばレッド・ゼッペリンでも同じレコード番号でも全然音が違うんで、音質ありき。音質ありきです。全て音質ですね。音質っていう話が出たので、オーディオをチェックするときに、チはい、ェックディスクとこれが絶対おすすめだって。大体みんな一緒で PA さんとかもそうなんですけど、例えばスティーリー・ダン・ガウチョ、ノラ・ジョーンズのファーストアルバムとか、この辺はやっぱりいろんなバランスが非常にいい録音になってるんで、出過ぎてるところとかそういうのが機械に反映するときに見やすい版ではあります。
オリジナル版じゃないとダメ？いや、そんなことはないです。やっぱりね、マスターディスクでカットしてて、ボブ・ラディックがね、お仕事してるやつなので、そこまでセンシティブには。みんなが言ってるところのそのマトリックスのあれとか、プロモ版みたいなこと当然知識としては僕もいろいろ知ってますけど、アメリカに関して言うとそこまでセンシティブに考えなくていいかなっていう感じです。マトリックス気にするんだったらやっぱりカッティングしてるエンジニア、あと工場とかその辺を見ていった方が外れないなとは思います。UK 版に関して言うとやっぱりちょっとこうマトリックスは僕も気にします。1U 1U で切ってあるやつと、3U 4U とかその辺になると分かりやすい明確な差があるような気がするんで、このエコライザーうちでは自作して販売してるんですけど、どうしても合わせたい版、例えばデッカーの初版ですね、ロンドンカーブで切ってあるエコライザーカーブのものとか、あとコロンビアのモノラルですよね、70年代以前のやつとかはそこが適正な値になるようにエコライザーカーブを切ってます。ビートルズパラフォーのモノラル版とかを大概の人はやっぱりそのままステレオの装置でかけちゃうと思うんですけど、それを本当の配線で組んだ音をみんなに聞いてもらえたりとか、あとはストーンズの初版ですよね、レッド・イット・ブリードでもベガーズ・バンケットでもいいんですけど、配線をモノラルにしてロンドンカーブに合わせた時のとんでもない音の違いとか、その辺がお客さんには分かるように感じにしてます。衝撃ですよ。今まで聴いてきたストーンズは一体何だったんだろうかっていうぐらいやっぱ違うんで、ちゃんとしたシステムで聞くと、これは暴動起こるよなっていう、もう想像がつくようなやっぱ音になってるというか、深いよね。僕の世代だとまだレコードしかなかった時代なんですよ。 CD っていうのがまだ全くない時代に聴き始めてる世代なんですよね。まさに 80s のど真ん中、マイケル・ジャクソン、マドンナ、ビリー・ジョエルとかあの辺がど真ん中の世代というか、82年かな、スリラーは。僕はもうギターだったんで、ビート・イットのエディのソロでうわってこうなるわけじゃないですか。でそういうすごい体験をリアルタイムにいっぱいできた、最後の多分世代なのかなっていう気がします。僕はね CD がやっぱ出た時になんて音悪いんだろうって思いました、子供ながらに。世の中ずっとそういう風なデジタルの方に移行した中でもずっとやっぱレコードだけ追っかけてきたこの40年みたいなところがあって、今の仕事には確実にやっぱりつながってるというか、宇多田ヒカルが800万枚売ったとか、インディーズでもモンゴル800万で300万枚売ったみたいな時代の中でもアナログは絶対戻るって思ってたんですよ、僕は。なぜかというと音の芸術だから。時代がね、少し流れてきて今2026年世界的な状況を見ると、それ見たことかみたいな感じです今はね。一番最初に本当にショック受けた音楽はオーティス・レディングなんですよ。そこにたどり着くまでに理由があるんですけど、ホーランド・オーツとかポール・ヤングとかあの辺の人が僕はもう好きで、要は80sど真ん中でヒットしてた曲で、当時はね雑誌がいっぱいあって大ヒットしてる人たちのインタビューの記事がよく載ってたんですね。そこに影響を受けたアーティスト10枚みたいな、そこにはもうサム・クック、ウィルソン・ピケット、オーティス・レディング、マービン・ゲイみたいな感じでこうずらっと並んでるわけですよね。直感的にこれを1枚っていうので僕はもうオーティス・レディングを選んで、わずかな小遣いで1枚買ってイモータルってやつね、あれがもう一番最初の黒人音楽のレコードで、うち自体もそんなに音楽一家っていうわけじゃなかったんでステレオセットみたいなのが置いてなくて、ただねやっぱり大体クラスに1人くらい大金持ちの息子がいるんですよそこにレコード持ってってカセットに取ってもらって、自分の持ってるちっちゃい産業のテレコね、ラジカセってやつで、それで初めて聞いたんですけど、あまりのショックにもう床に倒れちゃって、もう身動きできないぐらい。「Dreams to Remember」って曲ですね。もう1曲目ですね。それが全ての始まりというか終わりというか結局オーティスの影響を受けて黒人音楽に傾倒していくわけですけど、一番やっぱ最初にオーティス・レディングだったんで、彼がサティスファクション、ローリング・ストーンズの曲やったり、デイト・リッパーをカバーしてたりとか、じゃあローリング・ストーンズってどんな人なのとか、ビートルズってどんな人なのみたいな感じで、逆に俺はね黒人音楽からのロックの方に入っていったっていうちょっと珍しいパターンですね。ビートルズとかローリング・ストーンズっていうのは貸しレコード屋さんにもあるし、ラジオのプログラムも組まれてたんで、そういうのをエアチェックして聞いたりはしてたんですよね。でも聞くたびにもうショックですよね。毎日雷に打たれるような感じですね。もうちょっと年代経ってくるとガンズ&ローゼズが出てきたりとか、ニルバーナとかもね20代前半みたいな感じ。僕が30になるぐらいまでの間にはすごい音楽がもうマグマのように噴き出してきたっていう、本当にいい時代を過ごしてきたというか、それが音楽にやられちゃったきっかけかなっていう。僕の場合はもうキース・リチャーズですね。かっこいい。
っていうところから始まって、それにまつわるいろんなもの、例えばロバート・ジョンスもそうだし、マディ・ボーターズ、ジョン・リフカーもいろいろ聞き漁ってギターも買って練習する日々みたいな感じでずーっと続いてます今まで。いろんな意味でアナログの最後の世代っていうのもあって、自分が打たれた音楽をものにするには現地に飛ばないと話にならないだろうみたいな感覚が色濃く残ってた世代なんですよ。ロンドンパンクに影響を受ければ当然ロンドンに行きたくなるし、僕の場合はブルースとかがね強かったんで、ニューオーリンズ行くみたいな、20代後半から30代前半にかけてずっと旅して、世界中旅してストリートでライブやったりとか、クラブで演奏したりっていうのを重ねてきたっていう感じです。全く英語も喋れないし、本当に何もなくて、ギター一本だけ担いでっていう感じ。でもいい時代だったっていうのもあるかもしれないです。僕なんかの頃は為替がやっぱりね、日本円100円とかそんな時代だったんで、ニューオーリンズ例えば往復するって言ったって7万円8万円とか燃料サーチャージなんかないし、バックパッカー、貧乏旅行で泊まれるとこなんか1泊1500円みたいなもうノリだったんで、ニューオーリンズで言うと、有名だとジャズフェスト、ヘリテージジャズフェスティバルっていうのあるんですけど、春に大きい競馬場でやるんですよ、毎年。でそこにはもうね、すごい名だたるアーティストがやっぱみんな来るんだけど、1週間投資券でも1万円とか、もうだから1日1000円みたいなもうノリでもう見れるんですよね。本当にそういう音楽をいろんな志す人にとっては最後のいい時代だったというか、でそのまま今度はヨーロッパの方に飛んで、ヨーロッパはね、ロンドンが一番長かったのかな。でロンドン、アムステルダム、フランスだ、トゥールーズとかボルドーとか、あとはドイツとかね、いろいろ各国回ってましたね。ニューオーリンズで得たものと逆にヨーロッパで得たものって全然違うものですか？違います。もうね、ニューオーリンズとにかくすごすぎて、自分がなんとかなるっていうような感覚には到底なれなかったというか、音楽のレベルが高すぎてというか、歌舞伎みたいなもんなんで、ニューオーリンズのジャズとかって到底あの感じが出せるわけもなく、でもね、ロンドンなんかで今度アイデアじゃないですか。だからヨーロッパでやってる時はなんか自分で音楽をやるのに非常にやりやすかったというか、いろいろ勉強したことがフィードバックできる。その旅の過程はずっと続いてて、戻ってきて、で今度はそのまま沖縄に飛ぶんですよ。沖縄音楽をもう勉強したかったしっていうのもあるんで、居ついちゃって2年ぐらい住んでたっていう感じですね。次のステップ、例えばアルバムを作るだとか、そういうところになった時にベースを東京に移してっていうので、沖縄からこっちに戻ってきたっていうような感じですね。うちにステレオセットがなかったって言ったじゃないですか。だからカセットテープに撮ってもらってっていうとこなんですけど、そのカセットテープの種類によって音が違うんですよね。当時だったら高級なるメタルテープっていうのがあって、クロームがあって、ノーマルテープ、ソニーがあったり TDK っていうのマクセルとかもあって、それぞれやっぱり音が違うんですよね。高級なやつがイコールいいっていうわけでもないっていうのもその頃からなんか肌感としてあって、ラジカセ聞くにも正面に平置きするよりちょっと斜めにして放射線状に作った方が音飛び込んでくるとか、そういう今やってることの原型的なことはやってましたね。神奈川県出身なんで FEN っていうラジオ局があって、米軍基地放送、ジム編のパブルヘイズにしてもステッペンウルフ、ボーントゥビーワールドにしても FEN から流れてくるとうわって思うんですよ。おーって思う。だけどこれがね FM から流れてきてもうわってならないんですよね。これがもう自分の中にはすごいルーツとしてあって、なぜなのかみたいなことを今はいろいろ解明して機械に落とし込んでるみたいなことをやってるんですよね。FEN は音が良かったんですか？いや、これがね、音がいいっていうのがなかなか言葉で説明するのが難しいんですけど、僕はレコード屋さんなんで、毎日いろんな入荷してきたものを一枚一枚チェックして、ここで聞くじゃないですか。で、それをもう何十年やってるわけですよ。だけど、毎日感動するんだよね。やっぱり機械の組み方間違っちゃうと、おーって思わない時もあるわけ。で、そのおーって思う感じの機械をやっぱ作りたいと思ってるんですよ。当時の FEN にはそれがあった。ニッチなこと言うとやっぱ電波法とかいろんなことが絡みがあっていろいろあるんですけど、いろんな人と会うじゃないですか。知識者っていうかで話聞いてるうちに俺の中でいろいろ答え合わせできてるところはありますけど、祐天寺っていう立地も非常に大きいと思いますけど、若い子たちが非常に多いです。やっぱり今レコードブームっていう側面もあるじゃないですか。だからレコードプレイヤー持ってないお客さんもいっぱい来るし、興味本位で来るみたいな感じの子も多いですね。大手レコード屋さんいろいろありますけど、廃盤セールとかってなるとマニアの人がね、抽選券取って並ぶみたいな層のお客さんがうちはあんまりやっぱり来なくて、比較的初心者中級者っていうんですかね、これからレコード聴きたいんだけどっていう子が多いのかな。レコードをおすすめ
めするとしたらどういうものを？そうですね。ただね、ここが難しくて、やっぱりね、欲しいレコードは大体みんな同じなんだよね。例えばビートルズなんかで言うと、どうしてもやっぱり UK 版人気があるというか、みんながイメージしてるビートルズの曲順っていうんですかね。US 版で言うと、ラバーソウルなんかは、曲順も違うし、その辺もあって、やっぱり UK 版に準じたものがお客さんは探してるんですけど、ちょっとニッチな話すると、やっぱりパールフォンの初版って高いよね。もう何万円みたいな感じになっちゃうじゃないですか。だけど、2box EMI とか、あの辺の UK 版でも全然音いいんで、そうすると、そんなに万とかは絶対しないから、そういうのを、お客さんに選んでもらうようなことをしてるかな。ちょっとツアーをお願いしたいと思います。よろしくお願いします。まず入り口、とにかくこの目を聞くのは地味編ですけど、地味編は小川さんのスターなんですよ。もちろん、ジミー・ヘンドリックスです。これを見ても一発でロックのお店だなって分かりますよね。そうですね。ビルの3階に上がっていくとお店があるというので、じゃあそのままお願いいたします。はい。いらっしゃい。まずお店の中入りまして、ニューアライバルから行きましょう。はい。入荷は常時あります。新しいやつをきれいに洗浄して順に並べてるっていう感じですね。はい、マスターピースコーナー。僕が全部のレコードを視聴してから出すんで、今まで僕が知らなかった素晴らしい音楽とかもやっぱ山のようにあるんですよ。音が素晴らしい、内容が素晴らしい。特に無名有名問わず、ここのコーナーから買ってもらったら宝物になる音楽が手に入りますっていうものをここに並べてます。基本的なも、ね、みんなが知ってる名盤も多いですけど、キャロル・キング、ホーランド・オーツ、アナラ・ジョーンズ、ルフィ・ビースのはい、素晴らしい。マシュー・スリート、もうアンセムです、僕の。本当ですか？なんかちょっと意外な感じ。そうです。もう素晴らしいんで、もういいでしょう。セレクトが。で、うちは下段にもレコードがあるんで、この辺は80年代を主に今のは分かれてますね。反対側の下段だと女性シンガーのソロをいろいろまとめています。で、フォーク系があって、カントリー、オールディーズ。で AOR、今ねみんな時期的にも聞きたいよねと、固めてますね。反対側に行きますと、この辺はブルースで R&B、ルーツレゲエがメインですが、レゲエでパンク、ニューウェーブ、ハードロック、90年代以降。この下が東京都内でも屈指の在庫量だと思うんですけど、全部ニューオーリンズジャズです。ちょっと見過ごされがちなところもあるんですけど、僕のルーツがニューオーリンズにあるっていうところもあって、思い入れでこう揃えてます。ニューオーリンズの中でちょっとなんかおすすめとかピックアップできます？ジャズだとジョージ・ルイスっていう人がいるんですよね。この人なんですけど、クラリネットプレイヤーで、この人は素晴らしいですね。はい、この辺の中にでもやっぱりアトランティック版権のものとかバーブのものとかやっぱあるんですけど、やっぱその辺のレコード会社のやつはやっぱ録音がいいですね。どうしてもそのインディーレベルから出すことが多いんですけど、あとはヨーロッパ版も多いかな。スウェーデンとかでプレスされたやつとかも多いですね。キューバですかね。キューバですね。飲食店だった時の名残で、モヒートを看板メニューで今でも出してるんですけど、それでお店のメニューから流れたインテリアっていうかで、全部ハバナの写真ですね。片岡さんっていうベテランのカメラマンさんの作品をお借りしてるんですよね。キューバを撮らせたらこの人みたいなような存在の人で、素晴らしいですね、写真ね。これもキューバの一般人の人です。コンパイセグントじゃないです。ベーナビスタのもうね、いっぱいいるんでしょうね、こういう人が。隣にあるこれがひょっとしたら。そうです。スモーキンフィッシュ、うちの由来になった絵の原画ですね。いつもタバコばっか加えて、ふらふらいろんなところに飛び回ってっていう。書いてくださった方も。これね、ポンジって僕の仲間なんですけど、ずっと一緒にコンビ組んでやってて、僕がライブでギター弾いて後ろで絵を描くっていう。この辺の壁の絵は全部そのライブの作品です。はい。でこちらが小川さんの作品です。そうです。はい、これですね。綺麗です。そうですね。で、これが絵描きのポンジ。見てくれがいいんで、俺の作品なのにジャケットはポンジを正面にした。これで僕の作った作品が全部完売なんで、なくなったらレコード作りたいですね。とりあえず店でね、5000枚なくなったね。大変だったし、25年も
かけたっす。まあ4タイトル出してるからさ、店やってると売れんだよね、みんなご祝儀で買ってくれるからどっかのレベルと契約するかも何も考えてないです。これ作ってここだけで売ればいいやみたいなこれ販売慣れで、ここから説明しましょうか。うちではオーディオ機器いろいろ部品も含めてカスタムパーツとかの販売もしてます。これが針なんですけど、手話の M44 っていうカートリッジ専用の替え針です。これがちょっとスペシャルで、うちでもう配線からネジの種類からいろいろ研究して作り上げたカスタムの手話の M44 ですね。でこれがうちのまさに心臓部です。テクニクスマーク 3D で、これが今の型です。 GR。 それぞれ3種類ある理由がありまして、これが、ちょっと特別な配線をして、スピーカー2台でも、本物のモノラルができるようにカスタムしてあるモノラルプレイヤーです。でこれが、UK 版を鳴らすのに特化したチューニングしてある、マーク4です。同じく US の初版をうまくなるように作ってるターンテーブルですね。でこれが、フォノイコライザーっていう機械になります。うまくカッティングされたレコード、カートリッジ、フォノイコライザーでだいたいもう9割ぐらい音質決まっちゃいます。もうここがもう最重要ポイントですね。逆に言うとスピーカーも何千万のもあるし、対してほら高いスピーカーじゃなくても、ここをしっかりしてれば9台手のとこまでは持ってけます。初版かどうかとか、マトリックス、プロモ版とかっていうところも全部関係してくるんですけど、アンプとかスピーカーについつい目が行きがちですけど、そこじゃないですね。うちはもうとにかく真空管しか見てないんで、全部の機械を真空管で作ってるんですよ。この中にも真空管で組まれてるんですけど、いろんなメーカー、年代とか、そういうので音をカスタムして寄せてるって感じですね。こっちが俗に言うセレクター、プリアンプっていうことになるんですけど、ミキサーみたいなもんですね。でこれも真空管で組まれてます。でこれがこっちに送られて、これがパワーアンプですね。これも全て真空管です。この辺のチョイスの仕方で音がいくらでも変えられるんですよ。真空管の機械の優位性はそこで、ちょっと好みの音じゃないなってなった時にどうにでも持ってけます。なんでトランジスタンプ買っちゃうと出来上がった音があるんで、それを変えるっていうのは至難の技なんですよ。だけど真空管アンプはそこが何でもできるんで柔軟性がありますね。下のこのボックスはこれ電源ですね。はい。これでもだいぶ違うんですか？これも違います。もう電源が非常に大事で、今も研究中なんですけど、電源の良し悪しは何に決まるんですか？やっぱり元の電源 200V っていうのから取ってダウントランスって言って、日本の機器で使えるように 100V に落としてるっていうことはしてるんですよね。一般のお家だとなかなかそうはいかないんで、コンセントのこういう極性ですね、プラスマイナスがあるんですよ。それをきっちり合わせてあげるとか、みんながあんまり気づかないような細かいところをぴっちり合わせてあげて組み込むみたいなことですね。今ある機械を蘇らせるっていうことをたくさん依頼があります。後ろにね、こういう配線とかもいろいろこだわって使ってるんですけど、お客さんに販売するものもうちで使ってるもの全く一緒です。だから迷わせないたびにもうベストな道具で組んでるんですよね。アンプから向こうにスピーカーがあるんですけど、これもオーディオマニアの人から言わせるとそんなに高級なスピーカーではないです。4312いいスピーカーですよ。すごいいいスピーカーだけどめちゃくちゃ高いみたいなスピーカーではないんですよ。でその代わりルームアコースティックっていうのが非常に大事なんですよね。僕たちが聞いてるっていうのは空間の音を聞いてるんで、コンサートホールイメージしてもらうとよくわかるんですけど、その辺のそのスピーカーからの距離とか吸音と反射の作り方とかっていうのがうちは独自のノウハウがあって、そんなに高い機材使わなくても総合的に見ると目の覚めるようなサウンドが出るっていう。下にもレコードがずらりと。これは自分のプライベートのレコードでみんな高くて買えないようなやつっていうんですか要はほら比べられるように置いてるっていう側面もあります。例えばレッド・ツェッペリン2の RL カットとかすごい値段するじゃないですか。そういうのをここに置いといて、うちで販売してるツェッペリンとどのくらい違うのかみたいなことができるようになってるかな。例えばマイケル・ジャクソンもそうですけど、これなんかデンジャラス US の初版なんですよ。で今リーシュも出てるじゃないですか。
このジャック・ジョンソンも音いいですね。これもオリジナル版ですね。個人的に思い入れがある作品。個人的に思い入れがある。そうね。ギターっていうこともあるんで、一番影響を受けたのはベン・ハーパーのファーストアルバムです。これはね、1曲目が3 of Us っていう曲が入ってるんですよね。まずほんとスライドギター1本だけ。もう1分ちょっとみたいな曲なんですけど、そこに音楽の全てが凝縮されているような素晴らしい曲で。でこれを聴いてバンドもいらない何もいらないとにかくギター1本だけでやっていけるって確信を持った曲です。ここがギターウェアハウスです。リーサルウェポンですね。いっぱいあります。素晴らしいギターは1930年製スチールボックスナショナル、本物ですね。スライドギター。これは1927年製、本物のワイゼンボーンですね。ベン・ハーパーもびっくり。あとはエレキもあります。これはグレッチ1957年。これはヴィンテージギターじゃないですけどボジョワーっていう嗜好品ギターで、これもいいギターですね。よいしょ。つい最近ですけど、インターナショナルスクールの子供たちにスクールオブロックっていう授業をしたんです。僕が先生で。うちで14、15歳ぐらいの女の子なんですけど、ロック大好きな子がいて、それで俺に先生になってくるみたいな。そうですね。指名されて、先生2人と、生徒20人と来て、ここで爆音で、ブラックサバスからセッペリンからもうみんな大騒ぎで、それが非常に微笑ましくてね、みんな反応良かったのはガンズかな。ガンズが好きだね。みんなあとマイケルだね。マイケル・ジャクソン。両親がやっぱロック好きな子たちが多いんですよ。ちっちゃい頃から、家でねバンヘイレン流れてたりとかガンズ流れてたりみたいな子たちだから、普通にその音楽的な素養はみんな持ってて、さあ音に関してはねやっぱりほらお父さんもそこまではやってる人がいないから、でここでレコードの本当の音を聞いて、みんなびっくり仰天みたいな。あとはね娘可愛いからさ、親もさだっとこれ欲しいんだけどでお父さんがね財布開くみたいなナイスなビジネスモデルになってますけどね。今世界情勢のことがあるんで、最後ちょっと締めでいろんなねことを僕が話して、音だけじゃなくてそういう音楽のメッセージなこととかも踏まえながらちょっとレクチャーしつつで、最後 We Are the World を爆音でかけたんですけど、やっぱりすごい音楽なわけですよ。みんな感動して、生徒の子がもう世界中みんなマイケル聴けばいいのにってボソって言って、もそれちょっと俺がうるっとしちゃった感じだね。お店としては本当にそういう本質なところも伝えたいかなとは思います。シンプルですけど、いいレコードいっぱい置きたいな。在庫がねやっぱりちょっと弱いというか、仕入れがどこのレコード屋さんもね同じだと思うけど、ないものの取り合い的なことは世界各国一緒なんで、ちょっと努力してでいつ来てもすごいレコードがいっぱいあるっていう風に品揃えを充実させたいのが当面の大きい目標ですね。僕もレコード屋さんとしてはやっぱり歴史が浅いです。横浜含めても2年ぐらいなんで、いろいろ手探りなところもいっぱいあるんですけど、お店はもう15年やってるわけですよね。飲食店の時から含めて。まさに今も思うのは、やっぱこういう小さいお店って、お店見てる、例えばうちだったら僕なんですけど、が本当に情熱を傾けてる仕事がお客さんに伝わらないとお客さんが来てくれない。レストランの時と明らかに違うのは、俺が本当に好きでいろんな商売、レコードとか音楽のこと扱ってるのって多分伝わってると思うんですよ、お客さんに。それがね非常にポジティブな感じで伝わってるっていうのは今思います。空気がいい理想的な形になってるというか、やっとですね、音楽の制作とかね、これからライブとかも含めてですけど、いろいろやりたいことはいっぱいあるかなっていう感じです。こんな感じか。ありがとうございます。素晴らしいです。ありがとうございます。いえいえ。